こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は以前も動画で簡単にご紹介はしたことがありますけれど、2025年10月から新しくスタートをする教育訓練休暇給付金制度についてご紹介をしていきたいと思います。今ですね、政府は非常に人材の能力開発、教育、研修に力を入れているところではありますけれど、また新たな制度として教育訓練休暇給付金制度というのを設けスタートさせることになりました。こちらはですね、スキルアップに専念をして、その間の経済的支援を受けることができるものという制度になっております。この内容についてご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは今現状民間企業の教育訓練の現状について見ていきたいと思います。その上でですね、今回ご紹介する教育訓練休暇給付金制度の概要、また教育訓練に活用できるその他の助成金をご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。今現状民間企業の教育訓練の現状ですけれど、非常に政府が力を入れていることもありまして、企業における教育研修の費用負担というのが増えてきているとしております。例えば、オフ JT 自己啓発に関する支援であれば、1人当たり平均で15,000円の支給になっております。そして、自己啓発に関しては3,000円を支給するというのが全体の平均になっている状況です。そしてこういった状況の中でですね、今政府は非常にリスキリングというのを推進していて、それにあたって自発的な学びの習慣を重視をしている状況。こういった自発的な学びの習慣に対して、教育訓練の休暇制度を設けている会社というのは今現状で 8% ほどしかないと言われております。そして、この教育訓練休暇制度を導入をしている会社の 8% のうちの約 72% は長期休暇。長期というのは30日以上を設定しておりますけれど、30日以上の長期休暇は取得ができないという状況になっている。それによってですね、集中的なスキルアップを実施しにくいと言われております。ではなぜ長期休暇を導入をしないのかというと、やはりですね、代替要員の確保が困難であったり、あとはですね、導入をしていない企業は制度自体を知らなかったり、労働者から要望がない、導入のメリットを感じないから導入をしていないなどという意見が多く見受けられます。そんな中でですね、令和7年、2025年10月から新たに作られるのが教育訓練休暇給付金制度になります。こちらはですね、雇用保険の一般被保険者が在職中に職業に関連する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を行うものとなっております。いわばですね、休職期間においては、雇用保険上、退職扱いのような形で失業保険の支給がされるという形になっております。このポイントですけれど、この給付金を受けるのはあくまでも労働者本人、失業保険に類似したものになりますので、本人が受給をする。ただし、手続きにおいては事業主の力、手助けが必要という形になっております。この教育訓練休暇給付金受けるためには、どういった条件があるのかと言いますと、労働者本人の意思で業務命令によらず、就業規則に基づいて教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件となっておりますので、会社としては就業規則に教育訓練休暇制度を導入して無給でも構わないという形、むしろ無給という形になります。そしてその休暇を取得をして、その休暇期間中に自己啓発として教育訓練を労働者が自ら受けた場合は、
一定の給付を受けることができるということで、給付日数に関しては、雇用保険の加入期間によって異なりますけれど、最小で90日から最長150日という形になっております。例えば額面の支給額のイメージでいきますと、額面の月収が35万円の方は給付としては月に約19万5千円という例示が出ております。そしてこの教育訓練休暇給付金受けるための雇用保険期間の要件としては、休暇の開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること。被保険者期間は原則として月11日以上の出勤が必要という形になります。また、休暇開始前5年以上ですね、雇用保険に加入をしていた期間があることとなっておりますので、少し要件が厳しいということはありますけれど、このような要件を満たした場合は、教育訓練休暇給付金を申請することができるという形になります。ではですね、この教育訓練休暇給付金申請の手続きの流れですけれど、企業は何をすべきなのかということですけれど、まずはですね、教育訓練休暇に関する就業規則等の整備が必要という形になります。その上で、労働者から教育訓練休暇の取得の申し出を受ける形になりますけど、その後ですね、教育訓練休暇開始から10日以内にハローワークに賃金月額証明書を提出しなければいけない。いわゆる離職表で作成しているものと同様になりますけれど、少しここの期間が短いので注意が必要という形で、会社として行うのは、ここまでが通常の作業として必要。就業規則の整備、そして、賃金月額証明書の発行という形になっております。このような手続きを経て、あとは労働者の方がハローワークで給付の手続きを行うという形になっております。このような教育訓練休暇給付金、最低で90日、そして最長で150日ですけれど、どういった活用事例なのか、どうしてこのようなものができたのかについて見ていきたいと思います。このですね、制度の創出のそもそもの背景としては、やはり近年の急激な経済変化、技術革新によって、スキルアップ、リスキリングというのは非常に重要というのは皆さんも認識をしているかと思います。そしたらですね、仕事を失うことなく、この急速な変化に対応していくために、労働者が自発的に学んで、教育訓練に専念できる環境づくりが重要と考えました。その結果ですね、今回の給付金制度が設けられたというわけですけど、ではどういったものを政府は想定をしているかと言いますと、例えばですね、外国企業とのコミュニケーションが必要となる部署への移動を想定をして、語学習得をする。また、IT 企業などにおいてはですね、各種、いろんな資格があるかと思いますけど、さらに上位の資格の取得を目指す場合などを想定をしている。したがってですね、対象教育訓練機関として、ハローワークの方で挙げているのは、大学院、短大、高専、専修学校の各種学校ですとか、あとはですね、語学留学、海外大学院での修士の取得などですね、こちらを挙げていることから、やはりですね、長期に学校に行って学ぶというのを前提としている。その他ですね、教育訓練給付金の指定講座を有する法人の講座というのもありますけれど、こういった形で長期にわたってスキルアップを行うというのを想定をしているというのがわかるかと思います。そして、その他ですね、今回の給付金以外によく使われる教育訓練に関する助成金をご紹介をしていきたいと思います。やはり代表的なのが、人材開発支援助成金ではないでしょうか。その中でも一番多いのが人材育成支援コースかと思います。また、その他ですね、人への投資促進コースというのもありますけれど、こちらは、先ほどの給付金と同様の制度ではありますけれど、休暇制度を導入するんですが、こちらは有給の休暇制度となりますので、先ほどの無給の休暇制度とは異なるという形になります。
また、労働者本人が受給をするものとして、教育訓練給付というのは昔からありますけれど、こちら2024年10月から一部拡充をしております。例えばですね、専門実践教育訓練に関しては上限64万円で最大 80% 助成をしてもらえるという形になっております。その他ですね、特定一般教育訓練ですとか、一般教育訓練それぞれがあります。最近随分ですね、リニューアルして良くなりまして、検索システムがあったり、土日の受講も可能であったり、オンラインもできるというものがありますので、ぜひですね、こちらも一度検討してみてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、この給付金程度ですけれど、解雇を予定をしている労働者に使うことはできません。また、使う労働者の方、注意が必要なのは、被保険者期間がリセットされます。この給付金は、給付の支給後ですね、休暇開始前の期間の雇用保険期間はリセットされる。従いまして、それに基づいて失業保険等が受給できなくなるということになりますので、注意が必要。ただしですね、育児や介護の給付はそのまま受給ができるという形になっております。そしてこの給付金、生活保障としての失業保険部分の金額はもらえますけれど、受講費用や資格試験の受講費用の負担がありませんので、こちらに関してはできれば会社で負担をしてほしいと思います。これらは就労の対価になりませんので、会社が労働者に支給をしても教育訓練給付の不支給とはならないとなります。この、労働者の自主的なスキルアップは望ましいんですけれど、その復職後の待遇についても、評価をした上で反映をしてほしいと思います。特にですね、社会保険加入に入っている場合、休職期間中であっても保険料免除になりませんので、結果として手取りが減少するという形になりますので、自ら、スキルアップを望んだ従業員、休暇を取ってスキルアップをした従業員に対しては、復職後にですね、その評価というのを考えてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。